北海道旅行2日目です。2日目は札幌のホテルを8時に出発し、カフェや地球岬、ラッキーピエロなどに寄り道をしながら函館のホテルを目指しました。朝食に選んだのがこちらのオニヤンマコーヒー。宿泊した札幌の温泉旅館ゆえんというホテルから歩いて10分しないくらいで到着します。ホテルの朝食を食べるのもそれもそれで楽しみなのですが、旅行先のカフェを巡るのも楽しいなとこの時感じました。うちにはトリップコーヒーにしようか。トリップバックセット。これ？そうだね。店内で食べてきてもよかったなと後々思ったのですが、この日は250キロぐらい運転をしなければいけないスケジュールだったので、車の中で食べてそのまま出発しました。ありがとう。どっちかわかる？開けるいらない？そうなのか。どっちかわかんない。わかんないね。書いてないか。かわいい。コアラ？ハート。嬉しい。ありがとうございます。素敵な店員さんだった。以上です。ありがとう。おいしい。おいしい？サクサクだね、音が。うまい。札幌から車で140キロぐらい走って次に着いた目的地が地球岬です。ここ地球岬は北海道の自然100選や新日本観光地100選などで1位に選ばれてはいるものの、私は実際いやいやそこまでだろうと思ってたんですけども、もうすっごい綺麗でした。北海道旅行を振り返った時に行ってよかった場所1位と言ってもいいほど、この景色は本当にずっと頭に残ってる、地球の丸みを感じる、ずっと見ていられるようなそんな場所でした。登別室蘭の方へ行かれる方はもうぜひぜひ行ってほしいところです。さらに上に上がって景色を眺められる場所があって、そこにも行ってみました。平日のお昼前だったんですけども、ほとんど人もおらず、もう景色を独り占めできているような気持ちになりました。この日泊まった宿の方が運がいいとここでイルカとかクジラを見れると言ってました。今鳴らしたのは幸福の鐘という鐘です。函館に向かう道中、白鳥大橋という橋を渡って行ってみました。北海道旅行と全然別の話になるんですけど、この動画をもうちょっと早く出したかったのに、なんか音声がずっと入らなくって、最初のナレーションがなぜか繰り返し入ってしまって出すのが遅くなってすごく悔しかったです。それでもなんかずっとフォローしてくださってる方がいて、なんかありがたいなとひしひしと感じました。コメントも皆さん優しくて本当にありがとうございます。よかったらこれからも見てくださると嬉しいです。運転手はもっぱら私なのですが、ちょっと長距離運転に疲れてしまったので、
休憩スポットないかなと探していたら、ちょうど洞爺湖という観光スポットがあったので、こちらに寄り道してみました。洞爺湖は水面が約70平米キロあって、国内第9位の大きさを誇っているそうで、なんか我々は突然ここに来ることは決めてしまったんですけれども、もう少し上から見晴らせるような丘があるみたいで、そこからだとさらに湖の壮大さが感じれるのかなと思います。函館に行くなら誰もが行っとけと口を揃えて全ての人に言われたラッキーピエロに来てみました。ラッキーピエロのホームページによると、函館内に17店舗お店があるそうです。じゃあ、正直ね。美味しそう。あれはてか。なんかウーロン茶自家製なんだって。そうそう本物ウーロン茶みたいな。美味しい？ラッキーピエロといえばチャイニーズチキンバーガーかと思うのですが、もこさんはチャイニーズチキン焼きそばを頼んでいました。野菜がね、全然。うん。それがいいの。キャベツ。これがラッキーポテト。美味しそう。ミートソースの上にチーズ。いいの？今さらっと説明しちゃったのですが、オリジナルラキポテというポテトも結構人気メニューのようで、あ、同じチポキンテトにミートソースをかけてあり、その上からさらにチーズがかかってます。すごい美味しかったです。この時運転で多分私ももこさんも疲れてたので、疲れた体にすっごい染み渡りました。うまい。なんかちょっとマスタードも入ってるかな。チーズじゃないあ、チーズか。粉チーズ。私はポテトと定番のチャイニーズチキンバーガーを頼みました。うまっ。美味しい。なんかこれにマヨネーズがすごい合う。すごいマヨネーズは反則だね。今まで食べたハンバーガーで一番美味しいかもしれない。チャイニーズチキンバーガーは日本人好みの甘辛い中華風のチキンの唐揚げにマヨネーズとレタスが組み合わされているシンプルなんだけど美味しいハンバーガーでした。店内はかなり個性的で、17店舗それぞれのお店の雰囲気がまた違うとホームページには書いてありました。ラッキーピエロ巡りするのも楽しそうだなと思います。函館で泊まったホテルはホテル万蔵というところです。和モダンな雰囲気で、札幌のホテルは新しくて洗練されたワクワクするようなお宿だったのですが、ここはどちらかというと落ち着いた安心感のあるところでした。温泉のすぐ隣に休憩スペースがあるんですけど、ハスカップジュースとお水、それからアイスキャンディーは無料でいただけることになってました。パイのかね。一回ぐるっと回ったすごいね。
北海道だからこそだと思うのですが、海鮮を中心としたメニューの他に中華から洋から何から何まで食べられるスペースでした。ここが野菜とか海鮮物を目の前で炙ってくれる、目でも食事を楽しめるスペースです。粒が1つとホタテ1つ、エビ2つ、エビ2つでインカの目覚め、以上で以上でお願いします。インカ大丈夫です。エビ2個とホタテ1と青粒1。はい。ありがとうございます。私サーモン食べたいです。これ何ですか？これ金目。1個でいいです。ありがとうございます。はい、大丈夫、ありがとうございます。ありがとうございます。振り返ってみるとみんな優しかったですね、ホテルの方々。はい、乾杯。コロナがあって以来旅行に行くのって結構迷いながらだったりするんですけど、今回の旅行で観光客の方が増えるのは本当にありがたいことですっていうお話をいただいて、それぞれの立場があるので何が正しいとかっていうわけではないのですが、もうみんなこれでやっていくしかないから、お互いに予防して人生楽しんでいければいいよねっていう話をして、なんかすごい安心したのと思いやって言ってくださったのもあるとは思うんですが、ありがたいなと感じたひとときでした。まだ次3日目4日目分で出そうかと思うのですが、もしよかったらまた次も見ていただければと思います。では、札幌から函館編、これで終了になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。